今日はスパサラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スパサラを作っていきたいと思います。私のチャンネルでもね、以前に何回かご紹介してるんですが、今回はですね、厚切りベーコンを使ったとても食べ応えのある仕上がりにしていきたいと思います。そしてパスタを茹でるときは、今回ですね、電子レンジを使って簡単に作っていきたいと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、ベーコン、玉ねぎ、きゅうり、卵、マヨネーズ、お砂糖、お酢、白だし。今回はこちらの材料で作っていきます。まずパスタですね。こちらは 1.6mm の7分茹でのパスタを使用していきます。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。そしてその他の具材ですね。今回はベーコンと、あとはきゅうり、玉ねぎ、卵、こちらの4種類を入れていきます。お好みでここに人参や、あとはコーンなどを入れていただいても OK です。お好みでやってみてください。そして味付けのポイントです。スパサラなのでね、マヨネーズベースなんですが、そこにお砂糖と白だしを加えていきます。白だしのだしの旨味が加わることでとても美味しい仕上がりになります。あとはね、お砂糖を加えると角が取れてとてもコクのある仕上がりになります。ベーコンに関しましては、こちらは厚切りベーコンを使っていきます。おすすめはね、厚切りベーコンですが、ない場合はスライスベーコンを使っていただいても大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにボウルでパスタを今回は茹でていきたいと思います。こちらを普通にね、お湯で茹でていただいてもどちらでも OK です。そしたらまずね、少し大きめのボウルを用意して、まずはね、パスタを半分に折ります。そしてボウルに入れましょう。そしたらここにお水を入れます。お水の量はね、250ml 入れてます。こちらこれ以上ね、たくさんお水を入れると、お水が沸騰するのにちょっと時間がかかって、その分パスタが茹で上がるのに時間がかかる場合があるので、お水はね、250ml にしてください。もし 250ml 入れて、パスタの表面がね、このように浮き出るときは、ちょっと容器を変えてね、作ってみてください。そしたらここに塩1つまみですね。そしたらここにふんわりラップをかけて1箇所空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらをですね、パスタの袋に記載されている時間よりも3分長くレンチンしていきます。こちらは7分茹でなのでトータルで10分加熱していきます。ちなみにワット数は 600W です。もし 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。700W の場合はマイナス10秒から20秒ほど加熱してみてください。それでは加熱していきます。はい、10分経ちました。すごく熱いのでね、やけどに注意してください。これでね、1本食べていただいて、しっかり火が通ってれば OK です。まだちょっと芯が残るなと思ったら、もう少しね、加熱してみてください。そしたらこちらは湯切りします。はい、このように湯切りしてください。今回ね、スパサラにするので、ちょっとね、柔らかめになるまで加熱していただくと、ちょうどいい仕上がりになると思います。そしたら分量外です。ここにオリーブオイルを少し回しかけてください。そして全体になじませます。そうすることでパスタ同士がくっつくのをね、防ぐことができます。しっかり全体にね、なじませてください。そしたらですね、パスタはこのまま粗熱をとって冷ましておきましょう。それでは続いてこちらの卵ですね。この卵はゆで卵にせずに電子レンジを使って加熱していきます。まず耐熱のボウルに卵を割り入れてください。そしてこちらを菜箸でざっくりね、さっと混ぜてください。こんな感じです。このぐらいで OK です。そしたらここにラップをして1箇所空気の出入り口を作ります。そしてこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱してください。はい、1分30秒加熱しました。ラップを外します。そうするとね、このように卵が固まってます。そしたらこちらをね、お箸でほぐします。食べやすい大きさになるぐらいですね。たまにね、パチッとするんですが、やけどしないようにだけね、注意してください。
もうちょっとね半熟にしたい時は1分10秒から1分20秒ぐらい目安に加熱してみてください。はい、卵はねこのようにほぐしておきましょう。今ねすごく熱いのでこちらはこのままね粗熱を取って冷ましておきます。それでは続いてきゅうりを切ります。きゅうりはですねこのようにボコボコしててちょっととんがってる方と丸みを帯びてつるっとした方があります。こちらつるっとした方をだいたい 1.5 センチぐらい切り落とします。そしてこの切り口をこのようにこすり合わせます。そうするとね白っぽい泡のようなものが出てくるんですが、こちらがアクになります。この作業でね取り除いていただくことでえぐみが取れるので美味しく召し上がっていただけます。だいたい30秒から1分ぐらいですね、やってみてください。はい、 OK です。そしたらこちらを洗いましょう。洗って水分を拭き取ったら反対側の先端を切り落とします。こちら側をねくるくるしなくて大丈夫です。そしたらこちらを縦半分に切りましょう。手を怪我しないようにね注意してください。半分に切ったら今回はねこちらきゅうりの種を取り除いていきます。そうすることできゅうりから水分が出にくくなって味がぼやけてしまうのを防ぐことができます。そしたらきゅうりをこのようにティースプーンなどを使ってね種を取り除いてください。こんな感じです。こちら側も同じように取り除きます。種を取り除いたらこちらをね斜めの薄切りにしていきます。だいたいね 5mm 幅ぐらいで切ってみてください。はい、こんな感じです。そしたらこちら側もね同じように薄切りにしていきます。このように切ってください。そうしましたらポリ袋を用意します。そして口を開けてこの中にきゅうりを入れましょう。で塩をね1つまみ2つまみほど入れます。そして口を持って一度このようにシャカシャカして全体に塩をまぶします。はい、そして全体にまぶしたらこのように空気を抜いてそして口を縛ります。そしてこのままですね5分から10分ぐらいですねきゅうりから水分が出てくるまで置いておきます。それでは続いて玉ねぎを切ります。こちらは薄くスライスしてください。芯はね切り落としましょう。玉ねぎの準備はこれで OK です。それでは続いてベーコンを切ります。ベーコンはねまず1センチ幅で切ってください。そしたらまた同じように1センチ幅で切ります。ベーコンはこれで OK です。そしたらですねベーコンとあとは玉ねぎもね焼いていきます。フライパンにねベーコンを入れてください。玉ねぎは焼いていただくことでね辛みもなく美味しく召し上がっていただけます。そしたら火にかけましょう。火加減は中火です。まずはねベーコンを焼いてください。焼き色をつけたい時はあんまり動かさずにこのように全体に広げたらこのままね動かさずにまず焼き色をつけていきます。油跳ねには十分に注意して焼くようにしてください。焼き色がついたら裏返しましょう。たっぷりで大丈夫です。少しねこの油の部分がこんな感じでちょっとくびれるぐらいになったらここに玉ねぎを入れます。そして一緒にね炒めましょう。そうすることでこの玉ねぎがねベーコンの旨味を吸ってくれます。はい、でだいたい1分ぐらい炒めてこのように玉ねぎに火が通ってこんな感じで色づけば OK です。そしたら火を止めます。火を止めたらこちらバットに開けてそして広げてこのまま粗熱を取ります。人肌ぐらいになるまでね粗熱を取ってください。はい、きゅうりもね今10分ほど経ってこのように水分が出てきました。そしたらこのポリ袋の角をですねこちらキッチンバサミでチョキンと切ります。そしてこのままギューッと絞ってきゅうりのね水分をしっかりね絞り出します。こうすることで手も汚さずにね簡単にね水分を絞ることができます。しっかりねギューッと絞ってください。
このようにしっかり水分が絞れれば OK です。それではね、全て粗熱が取れたので最後仕上げていきます。まずボウルにこちらパスタを入れてください。続いてここに卵を入れます。そしたらここにきゅうりを入れましょう。そして続いてベーコンと玉ねぎですね。加えたら一度ね、この具材だけをよく混ぜてください。はい、OK です。そしたら最後味付けの仕上げです。ここにマヨネーズです。マヨネーズはね、具材が熱い時に入れてしまうと分離する場合があるので、しっかりね、粗熱を取ってから入れてください。続いてここにお砂糖、あとはお酢、そして最後白だしを加えます。そしてしっかりこちらを混ぜてください。このようにきちんと混ざれば完成です。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がってます。あとはね、お好みで味の濃さは調整してください。はい、これでスパサラの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにベーコンがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。あとはね、お好みで黒胡椒などをかけて召し上がっていただくのもおすすめです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。ベーコンの香ばしさが加わって食べ応え抜群です。あとはね、白だしの旨味が入っててすごく美味しいです。そしてパスタも硬くならずね、とてもちょうどいい食感に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスパサラのポイントです。まずパスタなんですが、今回は 1.6mm のね、普通のパスタを使ってます。こちらのパスタに関しましては、今回電子レンジを使って茹でました。こちら普通に茹でていただいてももちろん OK です。電子レンジを使う場合は、まず耐熱の容器にパスタを半分に折って入れて、そして 250ml のお水を入れてください。この時にもしパスタが浮き出てくる時は、パスタがしっかり浸るぐらいの容器を使うようにしてください。そして加熱する時はパスタの袋に記載されている茹で時間よりも3分長く加熱してみてください。茹で上がったパスタに関しましてはしっかり湯切りして、その後分量がですがオリーブオイルなどを絡めて粗熱を取るようにしてください。そして今回卵に関しましても、ゆで卵は作らずに電子レンジで簡単にできるレシピをご紹介しました。こちらを作る時は必ず卵を軽く混ぜてから電子レンジで加熱するようにしてください。今回は1分30秒加熱してしっかりめに固まってますが、もうちょっと半熟にしたい場合は1分10秒から1分20秒ぐらいで加熱していただくといいかなと思います。こちらも同様にね、500W の電子レンジを使う場合はプラス10秒から15秒ほど、700W の場合はマイナス10秒から15秒ほどで加熱していただくといいかなと思います。そしてベーコンに関しましては、今回厚切りベーコンを使ってます。厚切りベーコンだとね、すごく食べ応えがあるので、ぜひ厚切りのものを選んで作ってみてください。ない場合はね、スライスベーコンでも大丈夫です。そしてこのベーコンに関しましては、焼き色がつくぐらいまで焼いてみてください。そうすることでとても香ばしくなります。そして玉ねぎもですね、一緒に焼いていただくことでベーコンの旨味を吸ってさらに辛みも抜けるので、玉ねぎも一緒にね、炒めてみてください。あとはパスタと具材などのね、材料をしっかり冷ましてからマヨネーズと和えるようにしてください。マヨネーズに関しましては、熱々の状態に入れてしまうと分離してしまう時がありますので、注意していただけたらと思います。そして今回はですね、白だしも加えてます。白だしの出汁が加わることでとても味わい深い美味しい仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスパサラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。